どうもいらっしゃいませ、古着屋しみです。中目黒で、古着屋をやっていて、去年2023年の4月にオープンしました。はい、お願いします。きっかけは YouTube です。YouTube で、そうっすね、今35なんですけど、30歳ぐらいの時に始めて、でその時は古着のなんていうかこう YouTube の動画みたいなのなかったんで、それで名前も古着って検索しても何もあんまり出てこなくて、じゃあ古着って調べたら出てくる名前にしようで古着屋で、僕のあだ名みたいな、ほんと安易なんですけど、なんか僕の持ってる古着自慢しようみたいな、そういうなんかノリっていうかで投稿していって、ちょっとずつ見てくださる人が増え、でその流れでお店ができたっていう感じです。はい、うちのお店は中目黒にあるんですけれども、駅がもうすぐそこなんですよ。駅出てセブンイレブンの目の前みたいな、こちらでございます。で入って一番最初、今ラルフのシャツをメインに置いてます。なんかこう9月とか、なんか今時期着たいなんかちょっと薄手のラルフとか、きれいめなシャツとか、その辺をここは置いてますね。で続いてこちらは、きれいめの中でちょっと一個変わった感じの洋服を置いてたりしますね。この辺とかラルフのポロシャツなんですけど、カノコじゃなくてこう T シャツの生地っていうか、そういうので作られてたりとか、あと80年代ぐらいのエディ・バウアーなんですけど、なんか80年代とか90年代ぐらいのエディ・バウアーすごい面白い洋服たくさん作ってて、ポロシャツではあるんですけど、なんかすごい下の方にポッケが2つついてたりとか、なんかすごい変わってる、こういうのが置いてあったりします。じゃあ次はこちらのラック見ていただきたいんですけれども、ここはですね、今ちょうどなんかこう今時期着れるブルゾン系がいくつか入ったのでまとめて置いてるっていうような形ですね。あとこちらも先ほどのエディ・バウアーっていうブランド、これも80年代ぐらいのジャケットなんですけれども、これすごい凝ってるんですよ。袖もなんかわざわざここで切り替えが入っていて、脇も別生地取られてて、ベンチレーションつけられててみたいな、そんなに凝る必要あるって思っちゃうんですけど、やっぱいいものづくりっていうか、薄手のダック地使われててかっこいいなと思うジャケットですね。でこっちは、こういうジップアップだったりとか、カーハートのジップアップだったりとか、そっちの辺を置いてて、なんかこううちの洋服って気張らず適当に着たいなみたいなのが多くて、僕が選ぶ時もそういう基準で選んでたりするんですけど、もう本当なんていうか適当にネルシャツ着て、その上になんかジップアップのこういうのかませたりとか、なんかこう張り切りすぎず、でもなんかちゃんと選んでるみたいな、そんな感じを意識して僕は集めてたりしますね。この辺どんずばで僕好きなんですけど、赤黒チェックの、ネルシャツ、こういうネルシャツ1枚とってもなんか多分色好きな柄とか形とかあると思うんですけど、僕こういうなんか赤黒のブロックチェックとかすごい好きなんですよね。なんかアメリカっぽいものが好きかもしれないです。でもそれこそスタートした時に本当になんかこう需要と供給を考えず、こういう自分の好きなもんばっかり集めてたら、ちょっとあれうまくいかないなみたいな、着る人を意識せずに選んでると、そりゃ見向きもされないよなっていうのを学びながら、当たり前なんですけど考えたら、じゃあ着やすいのもちょっと取り入れてみようとか、そういうところかもしれないですね。でこっちがミリタリー系のものになっていて、僕が結構自分の中の軸の一個でミリタリーっていうのがあるんですけど、そういう意味ではお店の軸かもしれないですね、ここが。で僕が一番好きなのがこちらのアメリカ軍のチノパンが僕は一番好きですね。なんか古着にはまったきっかけのパンツと言ってもいいくらいなんですけれども、これ50年代ぐらいのアメリカ軍のチノパンでめちゃくちゃ太いんですよ。
で履くとすごいこう土管みたいなシルエットしてかっこよくて、履きましょうか。履いてみましょうか。これが50年代の、これはですねフラップのついた USMC のチノパンです。特徴的なのがタックがないんですよね。ノータックでシドンってこう落ちているのがかっこいいなと思ってはまりました。いやもうそれは本当オタクのあれですよ。これよりもうちょっと古くなるとメタルボタンになってくるんですよ。そういうのとか、これは陸軍のやつなんですけど USMC っていう海兵隊のものだったりとか、まあ本当におっしゃるように見た目は一緒なんですけど、まあその細かい違いがある。まあオタクなんでそういうの集めたくなりがちなんで、そういう差とかで持ってたりします。ある時期からモテたいみたいなモチベーションじゃなくなったんだと思います。こっちの方が興味深い。自分が知らないものを着てファッションするっていうよりも、これなんだろうっていう方が面白くなっちゃった。ファッションからコスプレになりました。それはどう違うんですか？ファッション、いや違う、それすごい難しいですけどで時代によってスタイルってあるじゃないですか、あると思うんですよ。例えばこれが、まあ、有名なジェームス・ディーンっていう俳優さんなんですけど、なんかこういう格好をしてるんだみたいな、自分もこういう格好してみようみたいなコスプレじゃないですか、それって。もうまさにまさにですよね。なんかそういう楽しみになっていったんですよね。でそれ今僕35なんで、もうちょっと落ち着いて、さすがにそれはこうヴィンテージに関わらず80年代90年代2000年ぐらいのものであっても、やっぱ見たことないものを見ると楽しいな、なんだろうなみたいな気持ちにさせてくれるので、やっぱ古着はいいなと思います。